It's you 無限へと散らばれ始まりの合図に冷えがし見つけたよ心が安らぐ My home My home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて最近の僕はですね、これちょっと恥ずかしいんですけど、自分のねヒゲがどのくらい伸びるんだろうって僕ふと思ったんですよ。でヒゲを僕伸ばしたことがなくて、最近はあんまりね化粧をしてするスケジュールがなかったので、この機に一回ヒゲがどこまで伸びるんだろうっていうのを試してみようと思って、今ね1週間目ぐらいなんですよね。実はなんかね意外と自分が思ってた以上に伸びないもんですね。これなんかもうちょっと剃らないで過ごしていれば伸びるものなのか、それともこれは体質なのかなんていうことをね考えながら過ごしております。ひげ伸ばしチャレンジ1週間目のゆうたです。早速なんですけど1曲目を、皆さんにお届けしようと思います。全国のチカさんに向けてお送りします。 NCT127 でチカブンブン。君とならエソテルスかけよう NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。まずはですね、前回出題したゆうたクイズの正解から発表していきたいと思います。これはですね、僕ゆうたを知ってもらいつつマニアックなゆうた知識を身につけてゆうた博士になってもらおうという企画なんですけど、問題はですね、僕は今エクステをつけていますが何本つけているでしょうかという問題でしたね。なんかね、何の問題やねんって思いましたよ、これ見て。1番30束、2番150束、3番500束の3択でしたね。正解はですね、ドゥドゥン、2番150束でした。はい。皆さんどうでしたか？これ難しかったですか？僕もねこんなにつけるんだと思ったんですよ、実は。でエクステをやってみようと思ったきっかけは、なんかもともと多分ねもうみんな知ってると思うんだけど、僕ね長い髪長髪が好きじゃないですか。でいつもねメンバーとかね周りの人にね切った方がいいよって言われるんですよ。でコンセプトとかもあって切らなきゃいけなかったんで切ってたんですけど、やっぱりなんか皆さんもこういう経験ありますか？例えばなんかサングラスをずっとかけてる人いるじゃないですか。でサングラスをじゃあ外せって言われて、サングラス外した途端に急に居心地が悪くなってもぞもぞしちゃう感じ、この感覚ちょっとわかります？で多分僕その単発とかにしちゃうと多分その感じと似てて、やっぱりねこういうスタイルが好きだっていうのをより一層思い始めてエクステをねつけ始めましたね、最近。でね、なんかウォークイットがあったじゃないですか。ウォークイットでジャニーがエクステつけてるのを見て、あれエクステ最強じゃねって思ったのよ、実は。で切らなきゃいけない時はねもう切らなきゃいけないから切って、で活動が終わればまたつければいいじゃんと思って、エクステ最強じゃんと思って、で今回ね活動のないこの時期に思い切ってやってみた感じですね。はい。意外とねエクステつけてるんですけど違和感もなく、なんかシャンプーする時も居心地も悪くなく、すごい自然な感じで僕は気に入ってます。はい。でね、これ難しかったのが一番ね、何本つけるかとかどこにつけるかとかどの量をつけるかとかどの長さにするのかとか、結構ね試行錯誤をしたんですよ。っていうのもこのエクステをねつけたのが初めてだからわかんないじゃん、そういうので。いざ行ってみたらなんか聞いてみたところ、ほぼね一回つけなきゃいけないの。例えば俺はこのトップのところはつけたくないって言っても、一応ねやっぱ長さとかそれ合わないかったらおかしくなるから、
一回つけなきゃいけないですっていうのを言われて、これね皆さんには動画では見せてないんですけど、実はすっごい長髪の時があったのよ、エクステをつけ当初はね。でもうその5ぐらいにすぐ切りに行って、ちょっと恥ずかしいなと思って、この長さはでさすがに切って、そっからですねなんかエクステをこの自分のしたい髪型に合わせて何本か取って、ですいて段つけてっていうのをやっていきましたね。だからね僕ね気に入らない箇所はもう自分でエクステ抜いてました。はい。エクステって案外自分で取れるもんなんだと思って。でまあこれからねこの長髪をどうしていこうかっていう感じなんですけど、まあね今考えてるのはもうこのままもうちょい伸ばしてもうすごいパーマを当てるのかでね、やってみたいのがね、すごい赤にしてみたいの、一回このぐらいの長さでヒデさんみたいなピンクっぽい赤みたいなねのもしてみたいなということでですね、これからも長髪ゆうたをお楽しみにということでですね、クイズに正解された方には、抽選でステッカーをプレゼントします。当選の発表はですね発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それではここで次の問題です。じゃじゃん。最近僕ゆうたはあるアクセサリーにハマり出しました。それは何でしょうかという問題ですね。これはねエクステの問題に比べればねすごい簡単だと思うんですけど、まあヒントはね、皆さんも多分ね夏によく使うアイテムの一つだと思います。はい、これはね簡単なんでヒントはここまでということで、メッセージとツイッターでお答えをお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから、ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた@homeです。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。皆さんどんどんご応募ください。はい、さて皆さん6月にね入りましたが、皆さんはどんな風に、過ごしていますか？この時期はねなんかメンタルが不安定になりやすい時期、まあね季節変わりなんでね、皆さんも体調管理など気をつけてください。はい。そしてですね、そういう時は旬の野菜を食べるといいそうなんですけど、まあこの時期の旬の野菜は疲労回復にもいいアスパラガス。好きだねアスパラガス俺。消化を助け気分をスッキリさせてくれるみょうが、体の水分バランスを整える夏野菜のきゅうりなどがあるそうです。はい。やっぱね野菜ね皆さん好きですか？僕もね野菜をこの年になってほぼほぼ食べれるようになってきたのよ。なんか幼少期の頃はもう野菜は食べない、肉だけ食べるっていう感じだったんだけど、最近はね体も鍛えてるから取るようにしてますね。あとねやっぱねあんまり苦手な野菜がなくなってきましたね。だからなんか最近は何でも極力ね食べるようにしてるし、でもどうしてもやっぱり肉に偏りがちになっちゃうから、日本から母にねお願いして青汁を毎月送ってもらって、それをね朝晩飲むようにしてますね。あとはプロテインだったりビタミン C、亜鉛、マグネシウム、カルシウムのサプリも一緒に飲むようにして、極力ねこう偏りがあんまりどうしてもできちゃうと思うけど抑えるようにはしてますね。でね、あとねこの年になると食べれないものがさっきも言った通りほぼほぼなくなってきます。はい。もちろん好んでね食べないものはあるんですけど、あったらね基本食べるしって感じで、基本は好き嫌いしないようにしてますね。努力してますね。昔はねピーマンとか大嫌いだったんだけど、今はすごい大好きになりましたし、唯一僕が食べれないのは椎茸です。食べ物と混ざってても調味料いくらぶっかけても俺椎茸ですけど何かっていう感じがもう僕苦手なのよ。わかる？味の癖がすごいんじゃっていう感じなんですけど、どこにいても椎茸ってわかる感じ。俺と似てますねそこはね。自分で言っちゃった。母も椎茸が食べれなくて幼少期の頃に、で僕も食べれないからどうやって食べれるようになったのって聞いたことがあったんですよ一回ね。でマヨネーズをかけて網で焼いてポン酢かけてかな、だから椎茸の美味しさに気づいて食べれるようになったって言ってたんですけど、僕は全然食べれるようになりませんでした。はい、嘘つかれました。はい、ということですね。あとはですね、最近は結構ねやっぱ体を鍛えるようになったんで自炊もねしてるんですけど、すごい男飯で俺
千鳥の大悟さんもね、大悟ズキッチンで言ってたんですけど、調味料は自分の思うとる倍入れって言ってたんで、それをね、僕は教訓にして、思うとる倍入れとるんですけど、いかんせんいつも塩辛いですね。はい。そんな感じで野菜炒めだったり、うどん、鍋だったりね、体にいいものを極力自分で作って食べるようにしております。はい。あとですね、なんか夜にね、すごい小腹が空くじゃないですか。そういった時に低カロリーで、なおかつね、高タンパクのヘルシー料理とか、なんかあと肌のね、調子が整う朝食レシピなどね、皆さんにリクエストしてもいいですか？どっかのね、回で作ってみて感想言う会があっても面白いかもなと思いますので、皆さんなんか夜に小腹が空いた時に低カロリー、なおかつ高タンパクなね、ヘルシー料理を皆さん、もし知ってるよ、こういう料理があるよっていう方はぜひぜひ教えてください。それではここで一曲挟んでいきたいと思います。藤井風さんのなんなんっていう曲なんですけど、これね、なんなんっていう曲なんですけど、多分次日本行った時にジョンがこのなんなんっていうのをみんなに連発したら、多分この曲を俺が家で聴いててそれを真似してたと思ってください。なので無視して大丈夫です。ということで、藤井風さんのなんなん。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますので、ここでご紹介したいと思います。ラジオネーム33、ゆうたさん、はじめまして。この前 YouTube のコンテンツで上がった Our Heartfelt Gifts の動画を拝見してすごく感動して泣いてしまいました。私は小学校6年生の時に母を病気で亡くし、父が男手一つで育ててくれました。そんな私も今年20歳になります。改めて両親に感謝しないといけないという動画を通して感じました。そして母の日にお墓に行き、たくさん感謝の気持ちを伝えてきました。いろいろな気持ちを NCT を通じて、感じることができて本当に幸せです。これからも、お体に気をつけて頑張ってください。陰ながら応援しています。いや、ありがとうございます。コンテンツをね撮って、やっぱりね、家族を大事にするのはすごく大切なことですよね。僕もやっぱりね、韓国来てそれをすごく感じました。やっぱ人ってちょっとね、こう遠くに行っちゃって会えなかったり、こうなくしてからじゃないと気づけないものってあると思うし、やっぱ知っててもね、プライドだったり自尊心がね邪魔して、それを行動に移すことってすごく難しいことですよね。だからこそ、俺はですね、応援してくれてる家族だったり友達、こっちでもね、俺と一緒に、夢を追って頑張っている仲間たちを大切にしなきゃいけないなって思いますし、これからもねそうしていきたいなと思います。33はすごい、大変なねこう経験をしてるからこそ、多分人の気持ちだったり痛みだったりっていうのに人一倍こう敏感だと思います。はい。だからその感謝する気持ちを忘れずに、これからもですね、33の、33らしい表現で家族、そして周りの人へ、感謝をねしっかり伝えてあげてほしいなと思います。いいこと思いついた。じゃあさ、ここでみんな、このラジオを聞いてるね、みんな家族みんなに今ここでありがとうって一回言おう。感謝する人だったり周りの人にね、言えない場所だったら心の中でもいいから、俺がせーのって言ったらみんなでね、いつもありがとうって言おう、一言。じゃあみんな行くよ。せーの、いつもありがとう。いいね。よし、これからもね、みんなでこの気持ちを大切にしていきましょう。はい。じゃあ次行きます。ラジオネームソルさん。男の方だそうです。実は最近シズニーの方々と SNS で交流するようになり、ゆうたみの皆さんと一緒に番組を楽しめるようになりました。Netflix の You 君がすべて、ゆうたさんによるストーリー解説待ってましたって書いてるけどね、ここ嬉しかったです。ありがとう。前回お話しされてから私も鑑賞したのですが、頭の 2,3 話で引き込まれてしまって、本当に面白いって言ったらありゃしない面白いですよね、これね。で、これまで100作品以上、すごい100作品以上見たほどの海外ドラマフリークなのですが、こうしてゆうたさんに紹介してもらわなければ見る機会はなかったかもしれません。なんか嬉しいな。100作以上も見た人からこんなこと言われるなんて、ありがとうございます。ゆうはねすごい面白かったですし、あとね、最近ね
ソルさんにねおすすめしたいのがね、華麗なるギャッツビーっていうね映画を見たのよ。1920年代のねアメリカニューヨークのね話なんですけど、すごい豪邸に暮らしてるギャッツビーっていう人がいるんですよ。謎めいているんですけど、誰もねギャッツビーを見たことがないんですよ。でそのギャッツビーを見たことないんですけど、彼が持ってる家ですね、もうお城みたいな家で毎回ねパーティーを開くんですけど、でその時にギャッツビーのその隣に越してきた、ニックっていう人ねいるんですけど、ニックにこうギャッツビーがこうなんていうんですか、友達になろうみたいな感じで寄っていって、仲良くなってみたいな感じで始まっていくんですけど、恋の話なんですけど、すごいうーってなりますね。クーってなる話ですね。あとこの映画のね注目する部分がめちゃくちゃ豪華なんですよ。ギャッツビーの世界観、パーティーとかも出ますし、大体ねこうスーツをね着てるんですけど、ギャッツビーだったりもいろんな人が。で俺ちょっと調べたんで、なんでこんなに豪華なんだろうと思って、見てる目もなんでこんな楽しいんだろうって調べたら、衣装はですねなんとプラダ、ミュウミュウ、ブルックスブラザーズなどですね。でジュエリーはティファニーが協力したらしくて、なのですごいゴージャスなんで、なんかこう、皆さんにも内容もそうですし演技もそうですし、この目でね見ても楽しめるような作品になっているので、おすすめしたいと思います。ぜひ見てください。はい。でねスーツ着たいね。やっぱりこういう映画を見るとスーツ着たかっこいい男になりてえなって思います、いつも。はいありがとうございました。じゃあ続いての曲に行きたいと思います。続いての曲ですね、 NCT127 でライトナー。I wanna be a somebody あの約束通りに Why don't you be my somebody 伝えたいんだ君に Right now Right now Right now Yuta at home. NCT127 ゆうたのゆうた at home. Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home いかがだったでしょうか。本当にこのラジオをね始めさせていただいてすごく嬉しくもあり、やっぱね会えないっていうどこかもどかしさもある中ね、こう日本に行ってみんなにね声だけじゃなくてこう実際にね会えたらどんなにいいんだろうっていうことをねたびたび考えるんですけど、これはねもうしょうがないことだし、起こったことなんでね、これからもねこのラジオを通してみんなとねもっともっと絆を深めて、でね次会った時にこうもっとね絆が深まっていればいいなと思います。皆さんもね体に気をつけて、これからもこのラジオを楽しみにしていてほしいなと思います。そしてね皆さん感謝の気持ちをね忘れずにいつもっていうことです。はい。じゃあこれからもね皆さんこのラジオにぜひ遊びに来てください。皆さんの声は、僕にどんどんこれからもね届けてほしいと思います。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうた at home です。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうた at home、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。皆さんバイバイ。世界中が君の周りを巡る塗り回される快感に溺れてく I can turn you down I can turn you down 러블리 돌아버린 조준이 It's getting worse 뭐가 기모가 굳었니 두고 사겠지 be like 이만 손이 tell me wow 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 Give me 내릴 때니 오해 나의 drama Crazy Cause any my soul ain't no man Give me 도매를 안에 나의 give me 사와가지고 날아서 dope sound 君を笑わせて clowns 過去に置いてきた King's Crown からはsweet tone それでも叫べを get loud Cause you're my only one ひざまずくのさ get down I'm aiming at you 君に届かない So what am I for